こんにちは。ついてるチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の斉藤ひとりさんのお話は、寝るときに聞くと潜在意識が成功を引き寄せるお話を集めてみました。このコンテンツが良ければ、グッドボタン、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは。成功か大成功しかないんだよ。当たりか大当たりしかないんだよ。今のひとりさんがこうやっているのは、結果なんだよ、考えてた。考え方。これが創造主なんだよ。富士山には頂上があるけど、俺たちには頂上がないんだよ。俺はもっと幸せになれるんだよ。幸せって際限なくなれる。暗い時に暗いこと考えちゃうんだよ。そしたら病気になっちゃうんだよ。ね。何考えてるかなんだよ。だから暗くなったら明かりをつける。いいことあるってどんな予感がするんですかって言ったら、嫌な感じなの。嫌な感じで嫌なこと起きそうな気がする。だけど心ってのはのべつ嫌なことを考えたり楽しいことを考えたり、心に従っちゃいけないの。わかる？嫌なことが起きたらいいこと起きそうな気がするぞって言ってると、やがてポッとね、心って変わるんだよ。言葉には言葉の法則というのがあるんです。で、このことが分かると面白いんだけど、お釈迦様もね、愚痴とか悪口、それから怒りとか、そういうこと言っちゃダメですよって言ってるんですけど、なんでですかっていうと、実は言葉っていうのは、泣き言を言うと、もう一度泣き言を言わなければいけないことが起きるんです。で、その言葉と同じことを、例えば、もういつもイライラしてると、なんであいつ、俺のところだけ、こうやって、なんつうの、食べ物運んでくるの忘れたりするんだわ。従業員頭いくんなとかって言うと、必ずそれをもう一回言わなきゃいけない。例えばお店で起きるとか、それでもあったらタクシーに乗ったら感じの悪い人がいるとかっていう。イライラして、イライラを口に出すと、もう一回それを言わなきゃいけない現象が起きるんです。だから、あなたの周りでも、旦那の悪口とか、姑の悪口とか、周りの人の悪口とかずーっと言ってる人いますよね。そうすると、もう一回それを言わなきゃなんない現象が起きるんです。だから、ありがたいねとか、うちの会社はほら、ついてるっていうことを広めて、ついてる神社があるぐらいだからね。ついてるついてるって言ってると、ついてると、また言いたくなっちゃう現象が起きるんです。で、時々、言いたくないような現象が起きます。ついてないって言いたくなっちゃうような現象が起きます。これが神様の試験って言うんです。で、これを答えを出して、それでもついてるって言うと、とんでもないぐらいのついてることが起きちゃうんです。松下幸之助さんがね、若い頃船の水上バスみたいのがあって、それに乗ってた時に、船員さんの人がね、船の横をこうやって歩いてたの。昔って無茶なことすっからね、船のこう横の薄い板の上こう歩いてて、で揺れたら落っこちそうになった時にね、松下幸之助さんのことを掴んじゃって、一緒に落っこっちゃったの。ね。そしたらその時に、松下幸之助さんは、俺みたく、そんなにね、泳ぎもできない。死んで当然なのが、あそこでみんなに助けられて生きてた。自分ぐらいついてる人間はいないって言ったのね。で、普通の人間だったらなんで俺が乗っかってるだけ掴まれて落っこってね、俺はついてないって言っちゃうとこ、俺はそれでも生きてた。なんてついてる人間なんだろうって言ったんだよね。その結果あの人は日本一になっちゃったの。そうするともう次から次とついてるって言いたくなるようなことが起きちゃうの。だからこのその一言が次を生むの。だから嫌なことばっかり起きちゃうのよって言うと同時に、また言わなきゃならない現象が起きるよって。ね。だから、ついてるって、ありがとうねとか、感謝してるよって言うと、また感謝したくなるようなことが必ず起きるの。ありがとうねって言うと、またありがとうって言いたくなるようなことが起きるの。ありがとうとか、感謝してるよとか、俺ついてるんだよ、こうやって日本に生まれてこの会社に入れついてるんだよって言ったと同時に、
この会社に入れてよかった、ついてるっていうような現象が起きるの。ね。で、本当にこう、リストラされて辞めていくときも、お世話になりました言って、でも大丈夫ですよ、俺ついてるからって言ったときは、本当に辞めてよかったっていうぐらい、あそこの会社じゃなくてよかったっていうぐらい、ついてることが起きるの。辞めさせられてついてねえんだとかね、俺だけ辞めさせてずっと恨んでやるとかって言ってると、またその、恨まなきゃいけない現象が起きるの。だから言葉って言うと、それをもう一回言わなきゃいけない現象が起きるよ。で、そのことを知らないから、エンドレスでずーっと人って、泣き言。それから俺は許せねえんだ、あいつをって言ってると、次にまた許せない現象が起きる。この国の政治は何なんだ、許せないって言うと、また許せない現象が起きる。で、テレビ見て、また俺は許せないんだ。許せないんだって。いう現象が起きるの。ね。だから、ああ、感謝してるよとか、幸せだよとかって言ってると、感謝することが起きるの。次々と起きるの。だから、言葉って、言霊の凄さとは、言ったことが、もう一度言わなきゃならない現象が出てくるよ。だから言葉を気をつけよう。もう一回この言葉を言うような現象は起きてほしくないような言葉なら言わないこと。それでもう一回ありがとうね。ありがたいことって何回も起きてほしいじゃない。感謝してるよ。ね。感謝とかありがとうって私言えないんですって。あんたの言ってることってどんなこと？愚痴ですか？泣き言ですか？悪口ですか？ね。そんなこと言ってるんだよね。だからエンドレスでそれが続くんだよね。で、それを、この法則があるということだけ覚えておいてください。そして言葉に気をつけてください。で、どうせなら楽しいねとか、美味しいねとか、嬉しいねとか、何度も起きること。それで、それが実は周りの人にすごい心地よさを与えるの。最高の波動を与えるんだよ。健康ってどうやってなるのって、健康ってね、絶好調って言うんです。で、普通の人はね、絶好調って 100% 調子のいい時絶好調って言うと思ってるけど、私は絶好調は 20% って決めてます。今日はあと 1% で絶好調です。それは嘘だよ。絶好調です、今日は。本当に。そうね、絶好調だよって言ってるとね、だんだん絶好調になってくるんです。例えば長年体の悪い人がいてね、いやー、俺ここが痛いんだよとか、こっち痛いんだよ。今日は苦しくてさ、本当だと思うんです。奥さんに、俺よ、具合悪くてって言ってる人います。旦那さんでね。まあ反対の場合もあるんだけど、問題はあなたの奥さんお医者さんじゃないです。いくら言っても治りません。で、治せない人に、俺ここ悪くてさ、あっち悪くてさって言うと、言われた人は心配するだけなんです。それより、いや、俺調子いいよ、今日。いや、ちょっと苦しいんだけど、昨日よりいいんだよ。って言うと、相手は、それ聞いただけで、なんとなくほっとするんです。それを、俺こんだけ悪いんだ、こんだけ悪いんだったって、奥さんどうしようもないんです。で、お医者さん行った時はいいんだよ。で、お医者さん行って、絶好調です。それじゃ何しに来たんだよって。お医者さん行った時は、いや、ちょっとケツ痛くてさ、とか、胸苦しいんですよ、とか。で、そうやって言うとね、人間の体ってだんだん元気になってくるの。私ね、子供の時から本当に具合悪くて病気だったの。ずっと病気だったんだけど、ある日とんでもないことに気がついた。ともかく死なないの。
本当に死なないの。ほんでね、昔からね、今度ダメだろう、今度ダメだろうってダメにならないの。で、結局死なないやつは丈夫なんだって。で、それからね、俺体にだけは自信あんだよ。だって、俺と同じ年までに死んじゃった人っていっぱいいるの。すごい元気そうだった人もいるの。だけど、俺死なないの。だから死なないやつは元気なんだなって。自分の奥さんやなんかにもね、俺調子いいよとかね、自分の周りが安心するような言葉、これを言ってると奇跡が起きるの。勘違いしちゃいけないよ。絶好調って言ったら病気しないとかじゃないんだよ。病気するよ。俺昨日まで風邪ひいてたんだから。ただ、治りも早い。それから周りの人が明るい。俺もう何回も入院したことあるんだけど、入院しても、俺が入院してる部屋明るい。本当に。看護婦さん遊びに来たりね、俺相談に乗ってあげたりだけど、すごいね、明るいよね。明るくしてるとね、本当に治り早い。だから、絶好調だっていいなって。でそれだけで全然違ってくるよって。それから幸せになりたかったらね、幸せだっていいな。お話ししてくださっている斉藤ひとりさんは、銀座マルカンの創設者で、納税日本一として有名な方です。また、人生を幸せに生きるための本をたくさん出版されています。それでは、ごゆっくりお聞きください。はい、聞こえますか。なんかこのとこね、俺の言ってることが誤解されててね、非常にもうなんかなんかうちの社長たち不思議な話大好きだよね。聞いててずっとそこの横で聞いてたんだけどさ、怪しい会社だよね。この前もある人がマルカンさんって宗教団体ですかって聞かれたの。それで違いますよっつったの。で宗教団体だったらもっとしつこいですよって。なんかね、本当に、うちの会社製造間に合わないぐらい売れてんだよね。で本当にいい商品が出てお客さんに喜ばれて製造が間に合わないぐらい売れてるから、そのことを言ってくれると俺もなんか事業家みたいな感じするんだけどうちの社長たちね、不思議なことが大好きで俺のお弟子さんになったんだよね。でどちらかというと俺は幼稚園はキリスト教の幼稚園行って、それでちっちゃい時の影響ってすごいね、抜けないんだよね。それで今おそらく日本で一夫多妻制を普及してるキリスチャンは俺だけじゃ今日真面目な話ね。前にね、俺がね、俺の話って仏教系なのね。さっきクリスチャンだっつって今度仏教系。それで
仏教とキリスト教の違い分かるかな？教祖が違うとかって話じゃないんだよ。大きく言うとね、キリスト教ってさ、聖書があるじゃない。聖書あるでしょ。で、聖書に合わせて生きるの。だから聖書が正しいの。だから聖書に合わせて生きるんだよね。だから合ってる人はいいけど窮屈な人もいるの。俺みたくちょっとだけ違うかなっていうか。で俺が仏教っていうのは教えがいっぱいあるの。なんでかというと、一人一人違うから、これに合わせないなさいって言うと大変なんだよね。で、釈迦は死んでからお経やなんか出て、お経って教えだからね。で、その教えの中で、その人に合ってることを教えてるから、数がすごく多いんだよ。で、うちに来る人たちって人のこといじめるような人っていないんだよ。だけどいじめられちゃうような人が多いから、えばっちゃいけないよ、舐められちゃいけないよ、言ってなとかって言うんだよね。それは舐められちゃうような人が多いんだよ。いや、本当に。で、いい人で結構いい男なのに彼女いない人が多いんだよ。それで、彼女欲しいって言うんだよね。だけどできないんだよ。だから俺がね、彼女4人ぐらい作るつもりでいなきゃダメだよって。だって1人欲しいっつってずっとできねえんだからそれじゃこのままだったらずっとできなくなっちゃうから、いや仕事もそうなの。いやお店4軒ぐらい持つつもりでやっと1軒なんだよね。だからそういうつもりで彼女5人作るぞぐらいの勢いでやっと1人できるんだよ。そしたらそれをまたね、関係ない人が聞いて、自分は今1人いるからあと3人作るんですねとかあんたに言ってんじゃないんだよそれで1人いるなら1人大事にしなきゃダメなの。本当にひどい目に遭わされるからよしなえらい目見せられるからやめた方がいいよ。海峡都の人はね、奥さん4人いるんだよね。で日本の男性がね、いいですねって言ったの。そしたらその海峡都の人がさ、あなたは奥さん何人ですかって。私は日本人だから1人ですって言ったら、あの奥さんがあと3人いると思ったらどうですかって言ったら絶対嫌ですそれと同じことがね起きるからやめた方がいいよ。ただ一人もいないんだったらね、ちょっと熱くなっちゃった。それで彼女4人っていうのは勢いで言ってるだけだからね、本当に作ろうとしちゃダメだよ。でね、ついてる神社いるとね、面白いのね、ゲストっていうのがいるの。ゲストってこう訪ねてくる人はで、いつもいるメンバーはもう分かりきってんのも分かってっからさあんまり面白くないところがね、こう いろんな人がねこう来てね、そうね、母ががんになっちゃって泣いてんのね。で、そうなんだとかって、こんなこと気をつけた方がいいねとかさ、いろんなこと話してんの。で次の人来るじゃない。次はね、会社の上司が好きなの。不倫の話なの。で、不倫はいけないんですかとかって言うから、いや、そういう哲学的なことは分かんないけど俺に言えることは、すぐ浮気もできない体になっちゃうことだけは確かなんだよね本当に月日の流れるのは早いからなんてこう、いや宇宙的なね宇宙的な答えをするんだね。本当にこう宇宙のこう流れに比べて人の一生は短いよね
それで、この前ね、ものすごくね、相談があるんですけどって言わないの。で、相談にならないから言ってくださいよって言ったの。で、なかなか言わないの。そしたらね、お友達がモーテルで副上司しちゃったんだ。いや、いろんな相談が来るのね。それで、今笑ってるけど、その当人はみんな真剣なんだよ。どの悩みも真剣なんだよ。俺も真剣にこう聞いてるんだよね。で、そしたら面白いんでね、その30人ぐらいいた中で、副上司っていうのを知らない人がいっぱいいたの。学校で教えねえんだなとか教えない、それで副上司のはね、定義があるんだよ、あれ。定義、そうだよ、定義があって、副上司っていうのは愛人とモーテルへ行って副上司しなきゃ言わないんだよ。だって家で死んだって降ろされて終わりになっちゃう。ね、そうでしょ。だから難しいんで、それで聞いてて、でこんな話したらみんなでだんだん明るくなっちゃって、その人がでそのうちやっぱりどうせ死ぬなら副上司がいいですよねとかそれでこれは神的な話で締めなきゃダメだなって俺も思って、で神的な話で最後締めたらみんながものすごい納得してくれてね、それがね、人は心臓が動いてるから生きてるとかって人いるの。ところがペースメーカー入れてる人は死んでもね動いてんだよ。だから看護圏の中で動いてたりするんだよ。だから心臓が動いてるよ。この扇風機はさ、よくモーターがあるから回ってるって言うと、これスイッチ抜いたら止まっちゃうんだよ。で俺たちっていうのは命というものを、エネルギーを神からいただいてるから、スイッチを切られちゃうと死んじゃうんですよ。 OK ですか？だから純ちゃんがさ、神様に愛されてるとするじゃない。そうすると副上司とかって一番気持ちのいい状態で死ねるんだけど、愛されてないとやっと口説いて彼女といてズボン脱いだとこで切られちゃうんだから辛いでしょ。だからやっぱし神に愛される生き方しようねって言ったらみんな大きくうなずいてたね。やっぱりどんな話でも神的な締め方をしないとダメだな。今日の話はね、あんまり長い話は、ね、しません。短めです。この前ね、こういうとこで話してる時は長い方がいいんだけど、そのテープを人に配った時に初めて聞く人は30分ぐらいの話がいいんだ。30分の話してで、いやさっきの聞き方あれカットあれカットあれカットだよもったいない、あれはカットしなきゃ。ただいまから講演会を始め今日はね、運勢が良くなる話します。これがね、これが分かんないとひとりさんの言ってることって分からない。あ、何を言ってんのかなこの人はって、私本当に神様がいると思ってるの。珍しいでしょ。日本人には珍しいの。
で、浮遊霊もいると思ってるの。だから別に信じない人は本当に信じなくていいんだよ。信じたって信じなくたって同じなんだよ。本当に。俺たち変わり者だから。本当に信じなくていいけどね、今からちょっとだけ難しい話する。人間は3つのものでできてるの。命、これあるよね。あと考え方、 OK？ それから肉体、 OK？ なんでかというと、命って勝手にこう食べたものを消化したり心臓を動かしたりしてさ、俺たち心臓を動かそうとしてないよね。脳に細胞ができて、それが新陳代謝してね、おしっことか便とか崩れてなくなっていって、新しいのができて細胞。それって俺たち考えてやってないよな。考えてんだったら夜寝てた間に心臓止まっちゃうよな。OK？ 命というのは神様からもらわないとできないんだよ。だからタンポポの葉っぱ一枚な、生きてるものは細胞一個作れないんだよ。これはいただかなきゃいけないものなんだよ。あとは考え方、 OK？ 心というのがあるんだよ。あと体。それで命はいただきもんだからみんないただいてるよな。で、考え方、これが創造主なんだよ。 OK かな。で、肉体とはそれの結果なんだよ。今のひとりさんがこうやっているのは結果なんだよ。考えてた。先ほどもすごい高尚なるなんつうの神的な話をしたんだけど、あれはカットしてですね何言いたいんですかっていうと、心が成功者だと思わないと成功ができないんだよ。で、俺は過去一回も失敗したことがないんだよ。で、この地球は行動の星なんだよ。わかるかい？行動すると成功か大成功しかないんだよ。当たりか大当たりしかないんだよ。 OK ですか？例えば俺が、私携帯電話できない。さっき写真撮ってあげるからなかなか映んないって言ったらレンズのとこ指で押さえてたんだだからインターネットもできないんだよね。それでインターネットを俺が例えば習いに行くじゃない。そうするとまあ1日でやめちゃったとするよね。ところが電気の入れ方ぐらいは覚えられるんだよ。わかるかい？俺は成功者なんだよ。で、成功とは今までの自分と比べて成功者かどうかなんだよ。神は人と争うことを嫌うんだよ。わかるかい？人がバンバンできたらそんなこと知ったこっちゃないんだよ。俺は電気の入れ方も知らなかったんだよ。それが入れられるようになったんだよ。で、それ俺は成功者なんだよ。わかるかい？で、断るごとに、俺は電気入れられなかったら入れられるようになったから、昨日よりちょっとマシになってっから、俺は成功者なんだと思うと、成功を作り出してんだよ。ところが、1週間が10日行って、もっと俺より行ってるのに、もっとすごいやつと比べて、自分はダメなんだっていう人がいるんだよ。そうすると、あなたは今自分がダメだって想像しましたよね。想像したことが起きるんだよ。わかるかい？だから俺は異常に運がいいんだよ。なんでですかって言うと、成功者だからなんだよ。わかるかな？どんなちっちゃなことでも、例えば俺がクラシックバレエとか習いに行くとするじゃない。今なんで笑ったの？ね、そう例えば10分でやめちゃうとするじゃない。でも俺クラシックバレエについてきっと3時間語れると思うんだよね。いや俺行ったことあるんだけどさとかって、体硬くてさとか、行ったことない人には分からない何かが分かるんだよな。分かるかい？
で、たったそれだけで成功者なんだよね。だって、会場すら行ったことない、わかるかい、練習場みたいなのあるじゃん。そういうところへちょっと行っただけでも成功者なんだよ。で、向かないっていうことが分かっただけで成功者なんだよ。わかる？いや、俺昔柔術ってのやったことあるんだよ。これが痛い、ただただ痛いんだよ。これがね、ちょっとしたところで知り合いになっちゃったらね、その先生、誰も弟子がいないんだよ。ほいでね、ご飯やなんか用意して待ってんだよね。ほいで行くとね、いろんな技かけられちゃってね。ほいでね、なんだか痛かったのしか覚えてなくて。ただね、それだけでも、痛いということが分かっただけでもね、だからよくプロレスラーと柔術の戦いがあって、技かけられると、プロレスラーがタン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 ってすぐ参っちゃうじゃない。あれ分かるよ。我慢できるような痛さじゃないの。いや、そんなことがね、ほら、俺は柔術やったけど物になんなかったからダメだっていうことを思うと、あなたは今ダメを想像しましたよね。わかるかい？その先生がね、こう、喧嘩したりなんかしても強くなると、負けないんだっていうの。だけど練習がのざれたより痛いんだよね。これ喧嘩で負けた方が楽じゃないかってぐらいね。面白いよね。またいろんな人に出会ってさ、いろんなこと起きるんだけど。だから俺は一つずつ、これが成功なんだよ。これが成功なんだよ。で、成功をいつも心で描いてる人って、なぜか成功を呼び寄せるんだよね。俺、神様好きなんだよね。で、いや、俺は細けい話だなと思ってんのがね、この前なんかある宗教団体がなんか新聞に俺の本が載るった時、まあお断り食ったのね。で、いいの、全然それはいいの。で、俺、自分は神様好きの宗教嫌いだから、ただやってる人はいいんだよ、やってな。宗教って自由なの。で、やんない俺も自由なの。そしたらなんでかなと思ってたらね、きっと俺が神様っていう言葉を使うから、仏教系は仏様だとかそれじゃないといけないらしいんだよな。で、俺は全部ひとまとめにして神様と言っちゃう癖があるんだよな。わかるかい？俺たちって成功者なんだよ。今日みんな素敵な格好してみんな綺麗にしてるじゃん。人間のってね、心の中に神様の分け御霊っていうのが入ってるんだよ。 OK？ そうすると俺たちの身なりってさ、封筒と同じなんだよ。わかるかな？茶封筒あるじゃん。茶封筒が来るじゃん。あれから愛の言葉出てこないよな。対外請求書とかはやっぱし愛の言葉が出てくるのはね、ピンクだったり花柄だったりさ、それと同じようにさ、俺たちもこう素敵だなって思う人は素敵な言葉を喋るよな。 OK ですか？そんなことを言ってて、俺は宗教やってる人もいい、全然構わないの。いろんなお坊さんとかいろんな人が俺のファンでいてくれるのね。で、それもいいの。で、ただひとりさんは宗教ですかって言った時、違うよって。だって俺宗教家になれるほど真面目じゃないもん。で、言いたいこと言って生きてたいの。それと本当に失礼だなと思って申し訳ないと思うんだけど、写真撮らないでとか珍しいと思うんだよね。だけど俺外行って
いまだにこう千葉行って定食屋さん行ったりいろんなとこ行ってこうご飯食べておばちゃんとかっつって仲良くしてんのね。でなんかこの人が俺のことを納税日本一のひとりさんだって知ったらなんか話し方が変わっちゃうかなとか、些細な話なのね、みんなに分かってもらいたいのは、俺は俺なの。俺のお弟子さんってさ、恵美子さんと花江ちゃんと違うんだよ。純ちゃんと違うんだよ。いや、一人一人教えてることが違うんだよね。えばりすぎるやつにはえばっちゃダメだよって言うし、あんまりいじけてると胸張って生きれよっていう。どれが正しいんですか。全部正しいんだよ。きっと読みながらこれは誰に向かって言ってんだろうって考えてほしいんだよな。そうじゃないと 1+1 は2みたいの探すんだよ。ひとりさんからこれを教わってら何にでも当てはまるものができるだろうと。人間ってそういうもんじゃないんだよ。当てはまらないんだよ。お弟子さんだって全部違うんだよ。のぶちゃんこうだよとかな、みっちゃんこうだよ。今日だって私って偉いねって、あなたって偉いね。みっちゃん寝てないで起きてくださいよ。いい話と必ず寝てるんですよ。面白い。みっちゃん先生が寝てる時は大概いい話。バロメーターだからね。ただね、みんな一人ずつ違うんだよって。だからオールマイティの答えはないよって。同じことを言ったら喜ぶ人がいて、同じことを言ったら怒る人がいて、同じことを言っただけで傷つく人もいたりな。だからそれを見極める、目を見る、見極められるように自分を養うことだな。分かったかい？今日の教えはね、絶対人と競争しちゃダメだよ。今の自分がちょっとでも良くなったら成功者なの。わかるかい？ちょこっとでいいの。成功と成功は続くものなの。だから成功者に失敗はないの。で、みんなが行動の星で行動できないわけは何ですかっていうと、それは失敗が怖いんだよ。で、失敗とは人と比べてるんだよ。で、魂は何回も生まれ変わってくるから、未熟な魂は未熟なような勉強があるんだよ。で、行動しない限りこの星はどうにもならない星なんだよ。で、誰かと比べちゃダメだよって。俺体硬いから床から20センチぐらいねしか手がいかないんだよ。で、19センチになったら俺は成功者なんだよ。ところが世の中には反対からこうやって股から顔出すやつがいるんだよな。だからね、いちいちね、ああいうの何でもそうだけどすごいやつっているんだよ。絶対比べちゃダメだよ。淡々と自分は成功者なんだ。これに向かないことが分かったから成功者なんだ。親もね、何でも続けなきゃダメだよとか言っちゃダメだよ。あんたなんか続いたことあるんですかって。いや、この前もね、ついてる神社来て話してた人がさ、ついてる神社って言うとね、また誤解されるんだよ。口がな、慣れちゃってっからさ、ひとりさんファンの集まるお店。でしたらさ、その人が、子供の話ずっとしてた時、ずっと続けてほしいんだ。
学校がつまんないって言うんですって。それ正常だよってさ。そしたらね、私は楽しかったんですって。時々いるんだよ。時々ね。だからその時ね、言ったの。学校が楽しいっていう人は、家がもっとつまんない。そしたらね、その人はっと気がついてね、そういえば、うちはお父さんとお母さんが働きにずっと一人だったんだって。だからね、学校だと友達だとか、一人って寂しいからね、刑務所の中でね、一番罪の重いやつは独房ってのに入れられちゃう。で、ずっと一人なの。そうじゃない人は出てった働いて1000万かけたりとか、働いてるってね、すごく楽なんだって。だから、その人にしたらね、家より、学校のが楽しかったんだね。だけどそのお母さんにさ、お母さん今日俺からいい話聞いてよかったなって。一つでも物知ったら成功者だよ。だから子供に、お前もいろんなことを覚えて一つずつやってってな。よくゲームばっかしやってるって言うけど、ゲームばっかしやってる子が大人になった頃、ゲーム感覚で仕事ができるように世の中が変わるんだよ。世の中ってそういうものなんだよ。OK かい？だから絶対困ったことはね、起きないんだよ。みんな今日覚えてってな。何か一つでもできたり、一つでも知ったら自分は成功者なの。で、成功者なんだと思ってる心が成功を作り出すの。で、神様はそういう人が大好きなの。いちいち人と比べて自分はダメなんだってやってること自体神が嫌うの。俺どうしても神様って言っちゃうのはね、今度もまた素晴らしい昇進ができたとき、もし神がいないとなると、俺が考えたことになっちゃうんだよ。ね？で俺そんな頭良かったかなとかいろいろ考えちゃったとき、これはどうしても神様としか思えないんだよな。で、神様ってね、神の助けまで自分の力だって言うとね、お前の実力を見せてあげるって言われるの。で、俺はそれが嫌なの。わかるかい？だから、俺は成功者だと思いながら成功者になったの。で、お弟子さんに終始一貫俺が教えてきたことは、一つずつ失敗ですらこれじゃダメだということが分かった成功なの。だからみんな生き生きしてるのね。本当なんだよ。みんなさっきこうやってずっと話したけど、最初の頃はね、立って名前も言えないぐらい震えてたんだよ。それも10人か20人のとこでだよ。うちっていろんなとこで、パーティーがある。パーティーだってあれだよ。お店が開くたんびに、出店パーティーだって些細なもんなんだよ。こんなんじゃないんだよ。みんな社長が集まって、そこで立って話する。それを練習させて、そのうちだんだん喋れるようになってきて、今こうやって堂々と喋れるじゃない。それって、ちょっとでよかったな、すごかったな、これをうまくいかなかったとか上手に喋れない、私ってダメだって言ってたらだんだんやらなくなっちゃうんだよ。行動の星で行動しないことが最高に失敗なんだよ。恵美子さんなんか本読みな本一冊読ませるのに何年もかかったの。それが今書いてんだよ、堂々と。もうね、今ね、作家の先生になっちゃってんだよね。だから人間途中で諦めちゃダメだよ。少しずつね。今日の話はこれで終わります。はい。終わってまた話する。
じゃあもっとくだらない話ね。あの話とどっちがいいか。宇宙の話と。宇宙の話ね。宇宙の話をします。夜空をこう見てるとね、星がいくつもあるんです。考えたことありますか？そういうロマンチックなこと考えてますか、千葉さん。それでね、こう夜空のこう星をこう見てるとね、悲しい人は悲しいことを考えるんですよ。楽しい人は楽しいことを考えるんです。でね、こう夜空の星を見てるとね、星ってね、無限なんですよ。だから実のところ言うと、今消える星があるんですよ。で、今できてる星もあるんですよ。で、宇宙は無限の広さがあるんですよ。ってことは、無限に星の数はあるんですよ。OK ですか？それで、遠いどこかの星に、色白むっちりティーバック星というのがあるんだと。で、そういう星があるんです。で、これを否定できる学者はいないんです。あるんで、これは否定できないんです、本当に。それほど宇宙は白いんです。で、この色白むっちりティーバック星から円盤がある日飛んでくる。で、ひとりさんはね、さらわれちゃうんです。さらわれちゃう。それでね、ひとりさんはさらわれちゃうんだけど、そんなことでミサオを許すような人間じゃないんです。そうなの。それで自分は拒否するんだけど、そうすると地球を滅ぼすって言われちゃうの。で、俺は悩みます。嘘じゃない。ミサオを守るべきか、地球を救うべきか。これをもし映画にした時、ここが一番観客が泣けるとこだと思うんだよね。観客が一番泣けるとこだと思うんだよね。だけどやっぱし地球は守りたいです。それで地球のために犠牲になるっていうことですかね。それであなたは夜空を見ながらそこまで考えられますか？あなたは悲しいことや否定的なことを考えてませんか？なぜ無限の宇宙を見て自分に都合のいいことを考えないんですか？それが幸せかどうかを決めるんですよ。だから皆さんがこういう星がいい、必ずその星はあります。私はいつかさらわれます。最高ですね。みんな幸せになるんだよ。お小遣いの中からパチンコ行ったっていいんだよ。みんなね、人に迷惑かけない範囲でみんないい人なの。みんなで楽しく生きてんだよな。で、自分がクスッと笑えて、人に言ったら人まで笑って連鎖するような楽しいこと考えていきましょう。どうもありがとうございます。覚えておいて、
これね、全部手相を見た時使うの。心ってコロコロ変わるの。よくね、俺が「ああ幸せだな、なんかいいことある気がするぞ」って言ったら、ある人が「いいことあるってどんな予感がするんですか?」って言ったら嫌な感じなの。嫌な感じで嫌なこと起きそうな気がするの。ね。で、嫌なことが起きそうだとみんなは嫌なことが起きるって言うんだよね。なんか胸騒ぎするって。わかる？嫌な予感がするから嫌なこと起きるって。だけど心ってのはのべつ嫌なことを考えたり楽しいことを考えたり、コロ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 変わるんだよ。その心に従っちゃいけないの。わかる？嫌なことが起きたら暗い時と明るい時が出てくるね。暗くなったら電気つけるでしょって。で、暗くなったらすぐ俺電気つける。いいこと起きそうな気がするぞって言ってると、やがてポッとね、心って変わるんだよ。それを嫌なことが起きると、嫌なことが起きそうな気がします。電気つけねえでずーっと言ってんだよ。で、明るくなると明るい話してんだよ。明るい時電気つけて、暗くなると暗い話してんだよ。だからおかしくなっちゃう。うつ病ですね。明るくなったり暗くなったりする。暗くなったら電気つけるの。で、暗くなってきたらいいこと起きそうな気がするぞ。それから、はあ、幸せだなって。ため息だけついちゃダメなんだよ。ああ、じゃないんだよ。ああ、幸せだなって言うんだよ。これどういうことですかっていうと、このことをちゃんとやってないと、特にみんな経営者なんだから、経営者が暗かったり明るかったりと、客の方に目がいかねえで、従業員が社長の顔だけ見てんだよ。そうなっちゃいけないのだ。社長ってのは暗くなったら電気つけるの。いいこと起きるような気がするよってしばらく経っちゃいいこと起きんだよ。人間だ心なんかコロ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 変わるの。その時に、暗くなった時に明るいこと言うの。で、明るい時は黙ってりゃいいんだよ。明るいんだから。わかるかい？ね。それで、そういう気持ちでいれば、平均的にいつも明るいんだよ。で、いつも明るい人間に嫌なことが起きるわけがないんだよ。ね。だから、いいことばっかり起きるの。それで大切にしたものが残るの。だから残るものは大切なものなの。で、周りにいる人に火つけるの。なんでかというと、この世の曼荼羅っていうのは必ず自分が中心なんだよ。自分の中心にして人がいっぱいいるんだよ。ね。あなたはあなたの周りにいるんだよ、人が。その時に一人一人が火が灯ってれば、それを明るい人生って言うんだよ。周りが明るきゃ全体が明るくなるんだよ。で、周りの火消してるやつがいるんだよ。やっとついてるやつまで叱ったり怒ったりして火消すから闇夜になっちゃって、最後にてめえの火まで消して死んでいくんだよ。だからおかしいんだって。だから幸せじゃないんですって。おめえの考えなんか絶対幸せになんないって。おめえ見てるから幸せになっちゃいけねえんだって。だって不幸な考え方なんだもん。ね。嫌なことがあった時、いいことがありそうだなっていうの。気分が悪いから気分がいいなっていうの。初めに言葉ありきなんだよ。ね、キリストが聖書の中で初めに言葉ありきっていうのは、心が最初だったら、心に伴って言ってたら人間っていうのは、もうなんていうの、お天気屋になっちゃうんだよ。一番嫌われるやつはお天気屋なんだよ。ね、嫌なことがあった時、幸せだなとか、いいことありそうな気がするぞって。ね、そうすると、心が逆にワクワクしていくんだよ。と暗い時間だって短い、本当にすぐ明るくなっちゃうんだよ。ね、手相を見るときに、ものすごく悩んでるやつが来たとき、悩みの度合いをぐーっと顔見て測るんだよ。で、本当はみんな1ヶ月前も悩んでたんだけど、1ヶ月前の悩み言える人ってほとんどゼロだから。1年前も悩んでたんだよ。で、1年前の悩み言える人って言えないんだよ。だからその、パッと顔見て、あなたの悩みは、1ヶ月後には綺麗になくなってるよって言うと必ず当たるんだよ。ね、ところが、今死にそうなほど悩んでるやつにあんまり近く言っちゃダメなんだよ。必ず、あなたどん底だよね。あなたのすべての苦労は2年後から報われるよ。
2年後から運勢が転機するからねっつって、あ、2年後には光があるんだって、2年先に光を見た人は今からワクワクするんだよ。周り中が闇だけど2年先から良くなるんだ。全部報われるからねって言った時、その人は死なねえんだよ。死なずに済むんだよ。だから何言ってやるか考えなきゃダメなんだよ。そしたら2年先に光を持って動き出すんだよ。ね。で、悩みがあったら、大概は大概はね、男と女の悩みとか、ね、どっちだっていいんだよ。本当に。修行なんだよって。どんな男と結婚しようが、どんな女と結婚しようが修行なんです。ね。もう、教会の、あれ、ゴングで、あれが鳴ると同時に試合が始まるんですよ。ね。どんなのと一緒になったって修行なんです。ね。だから逃れられないんです。で、別れれば今度、会社やなんかで人間関係の修行が始まるんです。で、修行とは我慢することじゃないんです。わかりますか？我慢することを修行だと思ってる人はやってください。最終的に恨みしか残らないから。我慢からは恨みしか残らないんです。ね。旦那さんでもいい、彼氏でもいい。横暴な人がいます。こき使います。それ取ってやるのはいいんですよ。愛ですから。はい、これ。ありがとうはありがとうはって、串っつって串が出てくるわけがないんだよ。あるわけがないことが起きたんだから、串って言っただけで出たんだから、ありがとうは、ね、あの人はダメなの。わがままに育てられたから。ね、大事にされてたからダメなのよ。あんたの親は、あんた産んだぐらいのバカだから、ありがとうも言わないで済むけど、私の前じゃ済まないんだよ。あるはずのないことが起きたときはありがとう。言ってごらん。ね。で、言えるようになるのが仕事なんだよ。いや、修行って、仕事ごめんなさい、仕事じゃない。修行ってのは、まともなことが言えるようになるの。あんたありがとうって言わなきゃダメだよって。言ってあげられるじゃないの。いいかい？奥さんが旦那にやるよね。はい、お茶っつったら、はいよ、はい、お茶ねって。で、黙って飲むやつがいるって言ってんだよ。黙って飲むんじゃないんだ。ありがとうはって。女房の私に言わないぐらいだったら世間行っても言わないんだよ。そんなこと許してたら、出世も何もできないんで、そういうの下げまんつんだよ。うちの真由美社長にね、お母さん大学まで行かして、苦労して大学までお母さん行かしてくれたから、お母さんすごく嬉しいから、私お金持ちになったから、今度お母さん大学行きなって言ってみなって、びっくりすっから。恩返しだからね、お母さん大学行こうねって言ったら、お母さん絶対嫌だっつってたっつうね。本当に必要なこと、学校行かしちゃいけないんじゃないんだよ。今の冗談なんだよ。大切なことっていくつもあるの。この前テレビ見てたらね、頭おかしいんじゃないかっていうのは、どこの高校でも中学でも受かっちゃって、なんかね、ガリ勉みたいなの出てきてね、こいつ頭おかしいんじゃないかなと思ったらいいんだけど、あれでも勉強ができれば親はいいと思ってんの。だけど、ありがとうも言えないようなやつが、勉強なんか何点取ったって同じだよ。所詮コンピューターには勝てないんだよ、頭がいいって言ったって。所詮百科事典には勝てないんだから。それより、ありがとうとかまともに言える人間じゃなきゃしょうがないんだよ。ね。さっきの話じゃないけど、子供に勉強しろって言って、100万だら言う島があったら自分が一冊本読みな。母親が本読んでる姿も見たことないのに、子供は勉強しないよ。ね。修行っていうのは我慢することじゃないの。ね。取ってもらったらありがとう。で、自分もありがとうねっていうことなの。で、ありがとうが言えるのが修行なの。で、言えなかったらちゃんと言いなよ。ね、頑張るの。ね、それから子供たちに大切にしたものが残るんだよ。大切にしないものは何にも残らないよ。
ね。それを教えてあげるの。そして大切にしたものさえ残す気になれば、物を大切にすればどんな手相だって関係ないの。俺なんか出世線なんか出てないの。そんなこと知ったこっちゃないの。だけど物を大切にすればちゃんと物が残り、人を大切にすれば人が残るの。人間が手相なんかあんなシワに左右されていいもんじゃないんだよ。シワが偉いんじゃないんだよ。中身が偉いんだよ。ね。だから火灯してあげるの。それで、ちゃんと沸騰点を上げな。そしたら、魅力のある人間になるよ。あなた多機能なんだ。それで、多機能になりたいんだったらみんなが教わったように、みんなだって手相で見れるようになる。教えてやればいいんだよ。そしたらみんな慕ってくるよ。ね。変な技の方へ行っちゃダメなんだよ。愛の方が絶対上なの。わかるかい？ね。心コロコロ変わるけど、心が暗い方に行ったら必ず明るいこと言うの。幸せだなとか、ついてるとか。これが電気をいくつつけるかなの。で、自分の心に火を灯せないような人間は、人の心に火を灯せないんだよ。だから自分がこういうのができれば人に言ってあげればいいの。こういう時こういうかって考えてごらん。あんた暗い時明るいこと言ってごらん。そしたら、絶対火が灯るから。で、火を灯してるうちにまたお日様が出るように心ってコロッと変わるの。ね、そしたらほら火が出たじゃないか。早く火が出るんだよ。ね、だけど中には火が出ちゃってね、自分でカーテン閉めちゃってて、暗い暗いって言ってるやついるの。だってずーっと暗いこと考えてんだもん。ね、心コロコロ変わんないやつがいるんだよ。閉じこもっちゃってんの。この前ね、絶対人になんか顔見せんのが嫌だからって言ってね、自分家でおトイレ行くのに段ボールをこうやってかぶってこうやって歩いてて、嘘でもあるよ、本当に。そういうのいるんだもん、今は。病気ですよ。で、なぜ病気かっていうと、暗い時に暗いこと考えちゃうんだよ。そしたら病気になっちゃうんだよ。ね。何考えてるかなんだよ。だから、暗くなったら明かりをつける。で、明かりをつけられないんだよ、普通の人は。だから、ペッと褒めて光をつけてあげるの。で、光がついてきた明るさを知ったとき、明るいっていいことだなと思うんだよ。で、明かりをつけてくれた人の言うことなら聞こうとするんだよ。だからまたもう一つ火がつくんだから、会えば会うほど火がつくんだよ。だからその人に何回も何回も会いたくなるんだよ。で、会うたんび心に火が灯るんだよ。だから嬉しくてしょうがないんだよ。それで人が集まってくるんだよ。ね。だから今日だってみんなに、ほら、みんな火ついたんだよ。だからさっきと全然違うんだよ。顔が違うの。艶が違うんだよ。ね。だから、このまんま帰ってみんなにパチパチって火つけてあげて、そしたら、ものすごくハッピーだから。ね。東京はここから始まるんだよ。今ここに来た人からみんなで頑張ろうね。はい、ありがとう。寺田さんっていうのが酒蔵やってんだけど、小学校の先生になりたくて大学行ったんだけど、なんかこう練習みたいなのあるらしいんだな、先生になる。真っ赤になって喋れないんだって、その小学校の生徒の前で。それでそれが自分にとってはなんつうのか、負の遺産じゃないけど、大学まで行って小学校の先生になりたかったんだけど、小学生の前で赤面しちゃって一言も声が出なかったことがすごく心の負担だったらしいんだよな。で、寺田さんね、そのことをね、どういうふうに喋れなくなっちゃって、それをどうやって克服したか、それ話そうよって。そしたら喋れない人っていっぱいいるから、欠点ってね、欠点のままにしとくから欠点なんだよね。ひとたび乗り越えちゃうと宝になっちゃうんだよ。最初から話が上手かった人よりも、自分は上がっちゃってこういう状態だったんだけど、どうやって克服したのかっていうプロセスを話すとね、すごくそれっていい話なんだよな。それで、あとね、おねしょがやまんなかったらしいんだよな。で、おねしょがやまんなくて、なんていうの、修学旅行が行けなかったんだって。
修学旅行行くとおねしょしちゃうから、もしそしたら大変だからってんで行けなかったんだけど、逆に言うと行かないから、あそこんちは金もあるのに行かないから、どうせおねしょでもするんだっていう噂が立っちゃって、自分はネションベン大統領とかってずっと言われててって言った時にね、寺田さんね、それみんなの前で言おうよって。なぜかっていうと、隠してると、ものすごく重いもんになるからねって。そしたらね、なんかかな、みんなが集まってた時、伊能忠敬だっけね、日本地図書いたみたいだっけ。あれがあそこら辺の人なんでね、佐原の人かな。伊能忠敬は日本地図書いてたけど、私は毎日世界地図を書いてたんですって言ってみんなを笑わしてた時ね、もうこの人からは心の傷が消えたなっていう。で、生地ね、会社の社長になっちゃったり本まで出したりしてるとね、それってすごくね、欠点になっちゃうんだけど、どっかで自分が笑い飛ばせたり、自分はそういうことがあったからそういう人のおねしょしちゃう人の気持ちが分かったりね、人のことを傷つけなくなったり、だから自分が優しくなれたのは欠点があったからなんですって言った時、それって宝に変わるんだよな。だからどこでもいいからそこへこう旅してさ、一つずつこう、あの時自分はこういうことがあったから同じような人を見てもバカにしないし、それから話せなくて顔が真っ赤になっちゃってる人を見ても自分もその人の気持ちが分かるんだって。だからあのことで自分は優しくなれたし、もしね最初からうまく話せるような人だったらつっかえてるよ見てね、だらしねえなと思っちゃうかも分かんないじゃん。だから人間ってさ、みんな一個ずついろんなものを持ってさ行くんだよな。人間ってね、なんか悪いんだよ。頭が悪いとか性格悪いとかな、歯並び悪いとか字が悪いとかななんか悪いんだよ。だからそのなんか悪いのをさ、心が乗り越えて宝に変えてさ、一個一個なオセロのように一つずつ白いのに変えていけたら、俺は人が相談来てもその人をこうどうしたら変えてあげられるだろうかって思うんだよな。その人の持ってるものを、それ宝だぞって、そのまま心の中にしまっとくといつまでも暗くて辛いものだけどな、それを後悔して俺はそれのおかげでこうなれたんだよ、そのおかげで思いやりのある人間になれたんだよ。俺もちっちゃい時から病気だけど病人のことわかるしな。それからそのことで丸感っていうのができたり、だから嫌なことが神がくれたら、レモンくれたらレモネードに変えるだけの知恵と勇気をずっと持たなきゃいけない。だから神は宝をくれないんだよ。宝に変えるべきものをくれるんだよ。でもそれは常に困難にそっくりなんだよ。梅のようなさ、酸っぱくて食えないものを日本人は塩漬けにして梅干しにしてな、保存食にしてなくてはならないものに変えたんだよ。ね。だから俺たちは神がくれるものって見るからに宝よりも一工夫して宝になるものが多いんだよな。だからオセロの黒をくれたらひっくり返す努力だけはしなきゃダメなんだよ。そしたら白ももらえるからな。最後にいいことをしないかね。すげえいいことだからな。もうあんまりいいことなんで応用が効かないぐらい誰かがひとりさんの悪口言ってると、あの人さ、何も私がしてないのに悪いことばっかし言ってとかさ、あんじゃない。自分たちも言われたことあるんでしょ。その時ね、人生うまくいかない人ってのはね、現実に引き回されすぎる。わかる？誰かがあなたの悪口言ってるとするじゃない。そしたら
俺の周りに俺の悪口言うやつって出てきたこと一回もないんだよって無視するの。俺なんかもうずっとその手なの。俺中学校しか行って、また中学校もろくに行ってないんだよ、本当のこと言うと。もう中学でっていう自体が学歴詐称じゃないかと思うぐらいね、サボってて行かなかったんだよ。だけど、社会でほら、ごぼう抜きにしちゃうと、抜かれたやつは面白くないから、いろんなこと言うんだよ。今日も俺、この人をこう見て、初めての人いっぱいいるじゃん。で日本全国に俺のこと見たことないのに俺のファンになってくれてる人がいるんだよ。OK？ だけど俺見たことも会ったこともないのに俺の悪口をインターネットでずっと書いてる人とかいるんだよね。で俺その人に会ったこともないんだよ。だから会ったことなくても不安になってくれる人もいれば、会ったこともなくても俺を恨んでるやつとかいるんだよ。いるんだよ。俺だけじゃないんだよ、そういう人ってな。誰見ても面白くないんだよな。でいろんな人いるんだよな。でなんか起きた時、誰がなんつっても俺の周りにはそんなやつは一人もいないっていなくなっちゃうの。わかるかい？現実に引き回されるんじゃないの。現実は俺の後からついてくるの。だから自分がそんな奴はいないって、俺の友達で俺の悪口言う奴らが一人もいない。誰々さんが一人さんの悪口言ってたって嘘だって。あいつは俺の悪口言うような男じゃないって。あいつは俺の幸せなって、俺もあいつが大好きだし、あいつも俺を好きなはずだから俺の悪口言うわけない。それは理想ですねって。理想に近づけるんだよ、この世の中。で、理想が正しいの。いいか？世の中ね、計算通りいかないとかって聞いたことある？そういうことは。計算が間違ってんだよ。理論通りにはいかないとか、理屈通りにはいかない。それは理屈が間違ってんだよ。合ってたらね、人間ってのは月までだっていけるんだよ。月って帰ってこれるんだよ。あれがどっかで計算式のどっかが間違ってたら落っこっちゃうんだよ。わかるかい？ね、うまくいかないのは自分の考えが間違ってんだよ。ね、世間がああ言ってこう言って関係ないよ。ね、俺の周りにはそんなやつ出てきたことない。いいか？富士山もふもとにいるからごちゃ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 言うやつがいるんだよ。でも2合目3合目4合目って上に上がってくると富士山登るやつしかいないんだよ。だから同じやつしか出てこないんだよ。自分の周りにああですよこうですよねって天国言葉言ってるとね、変な宗教でも入ったんですかとかいうやつが出てくる。そういうやつがいる時っていうのはふもとにいるんだよ。この道を登り出してみなって。そしたら同じ同士しか出てこないんだよ。わかるかい？ね、上に行けば行くほど散歩のついでに来たなんてやつは絶対いないんだよ。絶対に登る気があるんだよ。富士山には頂上があるけど俺たちには頂上がないんだよ。俺はもっと幸せになれるんだよ。幸せって際限なくなれるんだよ。俺道路のアスファルトの横からタンポポなんか出てると感激しちゃうんだよ。俺目指し食ってたって喜んじゃうんだよ。何したって嬉しいんだよ。最近目覚めると嬉しいんだよ。目覚めないやつがどのぐらいいたか分かんないけど幸せ音痴のやつはちっちゃな幸せを感じられないんだよ。わかるかい？今日こんなに綺麗な人いっぱいいるじゃん。これ銀座のクラブだっていくら取れるか分かんないね。こんなね話なんか聞いてもらったらね、わかるかい？そういうふうに思えばいいの。俺若い時からね、20歳ぐらいの時からね、ホテル行く時ちゃんとタキシード着てたんだよ。黒のタキシード着てきちっと出かけてったの。そしたらどうなったと思う？みんなが俺のとこ来て、おトイレどこですかとか聞くんだよ。だから俺のことをホテルマンだと思ってんだよな。で、俺は何を自慢したいのかっていうと、ホテルの人より俺の方が聞かれるんだよ。
ってことはそんだけ俺が優しそうで親切そうに見えたんだよな。だからこの人に聞こうと思ったんだよな。だから人間ってね、優しくしてるとにじみ出るから人が話してくださいとか楽しい話になったり、俺表行ってもしょっちゅう道聞かれたりで、そういう人ってね、誰か探してんだよな。だからそうやって言われるようにしていくと、楽しく生きてると楽しい波動が出、親切にしてると親切な波動が出るんだよね。で、幸せとはそれなんだよ。わかるかい？今日もこうして話してくたぶれちゃうなと思えばくたぶれちゃうんだよ。だけど、みんなが俺の話こんなに聞いてくれんのかなって来たら1時間半話してください。どっかの社長が1時間半も話したらえらいことになっちゃうんだよ。今日はひどい目にあったよと。いくらなんでも1時間半喋るとは思わなかった。一回結婚式呼ばれてね、お話ししてくださいって。何分ぐらいですかって。3時間話してください。やだってやだよって、そんなのいないよって。前ね、浅草行こうってね、浅草までね行ったの。タクシー乗って。そしたらね、タクシーの運転手さんとずっと話してたらね、タクシーの運転手さんがあんまり楽しいもんだから、お客さんもう一周だけしてください。お金いらないからって言って、俺用事があるからダメだ。楽しくしてるとね、みんなが会いたがってくれたりさ、わかるかな？幸せってそんなもんだよ。それで、死ぬと俺たちは、あなたはこの人生を楽しみましたか？人に親切にしましたかって、この2つしか神様から聞かれないの。なぜかっていうと、この親でこの環境でこの病気で、それでも人生を楽しんで人に親切にしてきますって約束のもとへ出てきた。だから俺たちは約束を守らなきゃいけないの。約束振り越しちゃダメなんだよ。だから俺は一生懸命楽しく生きてる。で、楽しくないとパーティーやったりなんか楽しいこと無理にでも作って楽しくしちゃう。斉藤ひとりさん、ありがとうございました。成功とは何かについて考えるとき、それはあなた自身の定義に基づいています。成功や大成功の区別は、各々の目標や価値観によって異なります。重要なのは自分自身との比較であり、他者の比較ではありません。自分がどれだけ前進し成長したかを見ることです。考え方が創造主であるということは、自分の意志が現実を形作る力を持っているということを意味します。言葉の法則や言霊の力も同様で、ポジティブな言葉や考え方が良い結果を引き寄せることがあります。例えば、周りの人に安心を与える言葉は奇跡を起こすきっかけになることもありますし、明るい考え方は病気の回復を促進することもあります。成功は行動によってのみ得られます。地球は行動の星と言われる通り、行動しなければ何も得られません。ただし、絶好調である必要はありません。20% の努力で十分な場合もあります。自分のペースや状況に合わせて行動し、自分の成功基準を設定することが重要です。また、成功を心で描くことも重要です。自分が成功した姿を具体的にイメージし、それに向かって行動することで成功を引き寄せる力が働くことがあります。他者と比較することは避け、自分自身の成長と前進に焦点を合わせることが成功への近道です。最後に、人は命、考え方、肉体の3つの要素から成り立っています。これらをバランスよく育てることが真の成功や幸福を追求する鍵となります。他者との競争ではなく、自己成長とポジティブな思考に注力しましょう。感謝してます。